おはようございます。ジワンです。冷蔵庫から朝の材料を出していく。バゲットを取り出してトリュフチェダーチーズを切ってのせる。本来なら片方を焼いてひっくり返してチーズをのせるべきなんだけど、朝なのでぼんやりしてチーズを先にのせてしまった。朝に欠かせない目玉焼きとリンゴを準備してサラダにのせるトマトも切る。最近はヨーグルトにゴールデンキウイをトッピングして食べるのが楽しみだ。卵に味付けをしてサラダを準備する。オリーブオイルと塩を振りかけた簡単朝サラダ。焼いた卵をのせてトマトをサラダの上に並べてのせる。ヨーグルトにコールドキー、グラノーラ、蜂蜜トッピングをのせる。弱火でゆっくりチーズを溶かしながら焼いたパンを皿にのせれば朝の準備完了。おはようございます。無職の TK です。日本で就職できずニューヨークに逃げてきた。現在は両親からの仕送りと妻の支えでなんとか生活している。ニューヨーク移住生活13年目。それでは本日も無職の TK をどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。今日の朝ごはん、目玉焼きとサラダとトースト。いただきます。ではまずはサラダから。サラダはオリーブオイルと塩だけだな。入れた味は多分コストコどこにあるのかな。なんか下の方面にある。ポッキー買おうとしたらポッキー5ドルしたわ。ポッキーおやつちっちゃいやつ。マンハッタンでもあれ3ドルぐらいだけど、こっち5ドルとか間違った価格設定。普通の四角のチョコレートあれ 4.99 ならわかるけど、アメリカの、あれと同じで 4.99 のシール貼ってんだよ。ポッキーとか食べたいならTK がおすすめしたウィグロッサリー、あそこから一気に注文した方がいい。おいまだ食事終わってねえよ。あそこも2ドルぐらい売ってる。ポッキーってこのでっかいので3ドル49だ。安いだろ。おいらは子供の頃から41歳の現在までポッキーを食べ続けているのだ。ごちそうさま。お腹がいっぱいになったので二度寝する。二度寝はおいらの心の治療の一環だ。突然バスクチーズケーキが食べたくなったので準備してみる。まずミニケーキパンに合わせてパーチメントペーパーを切っていく。砂糖たっぷり、常温の卵、生クリームチーズを潰す。
よく潰したクリームチーズに測った砂糖を入れて滑らかになるまでよく混ぜる。しっかり混ざったら卵を入れてさらによく混ぜる。最後に生クリームを入れてダマがなくなるまで混ぜる。こし器でこすとよりいいけど面倒なのでそのまま入れる。オーブンで焼いていく。よく焼けたらチーズケーキを出して食を与えて中の熱い空気を出す。これでバスクチーズケーキ完成。改めまして2度寝からのおはようございます。二度寝しちゃった。なんだか美味しそうな匂いがするのでリビングへ行く。チーズケーキだ。ちょうどお腹も空いてきた頃だった。おいらはエスプレッソコーヒーと一緒にいただく。いただきます。結構柔らかいね。これチーズケーバスクチーズ。キパンの感じはないな。だって小麦粉入っていただきます。冷たかったらもっと美味しいけど、なんていうっけバスクチーズケーキ。プリンみたいな感じだけどチーズの味で。これブリュレやね、ブリュレ。いや、勝手に名前つけブリュレみたいな感じやね。勝手に名前つけるんじゃない。多分俺食べたことないと思うけど。私作ったことある。マジ？コースかかった。もうちょっと食べる？バスクチーズケーキ。美味しい。ごちそうさま。ちょっと増刊号遅れたけど今作成中。集中力が切れたのでこれから近所に買い物に出かける。マンハッタンに住んでいた時とは違っておいらの住んでいる地域はスラム街。毎日使える便利なスーパーマーケットがないのだ。大変お待たせしました。これからグロッサリー行ってきます。行ってきます。今日は近所のアジア系スーパーマーケットに行ってみる。近所のエイジアンマーケット来ました。まあ俺これ食べるわ。サーモンポケボール、麻婆豆腐。あ、このカリーカップラーメン食べよう。カップラーメンとあれでいいや。体に悪そう。やべ、体に悪そう。これが嫌い。この色も何これ。もう一回ちょっとチャレンジしてみるわ。懐かしいから。食べたことあるじゃん。ああ、そうやな。このカシコは V2 にもつけるし V2。でもあれはネイキッドママに聞かな。これ韓国のカルピコみたいやつ。ガブガブ飲んだろ。
今日の夜ご飯は近所のスーパーで買ってきたもの。キンパと麻婆豆腐とごめんなさい、カップラーメンまで食べちゃいます。いただきます。これスプーンで食べようかな。うまいうまい。マハルうめうまい。中がめっちゃ入ってる。ごちそうさま。お腹いっぱい。これなんでやつかね。アンボクシングするよ。よいしょ。これなんだっけ、ベビーカーのこれはカーシート。車持ってないけど、うちは車持ってないけどカーシートがないとダメなんだって。変なこっちゃな。どっか取れた。これを車にくっつけるのか。病院で赤ちゃん生まれて家に帰るときはカーシートがないとお家には連れて帰れません。これは赤ちゃんの、お父さんとお母さんは結構どういうベッドに乗せるのかとか心配したけど、これが赤ちゃんのベッド。結構でかいな。マジでも子供のもの増えたらやっぱりな、もう一部屋ぐらいないとこういうのどんどん溜まっていくんだろうな。できた。これ赤ちゃん1歳2歳ぐらいまで寝るベッド。じゃあ赤ちゃんベッド完成。部屋持ってきます。無職のおじさんがベッドルームに入る。まだベッドは余った。当分はこんな感じでベッドの横に赤ちゃんの動くタイプのベッドを置いて寝ます。おいらの2番目にお気に入りのぬいぐるみピグモンを赤ちゃんにあげる。父から娘に託されたピグモン。今日でお別れかと思うと少しうるっときた。また IKEA の家具組み立てていきます。今回買ったのはイケット。ご存知の通り IKEA の組み立てが苦手なおいら。このくらいの小さな棚ならなんとか一人で組み立てられそうだ。そうね。いくだ。やはり今日も妻にお願いすることにした。妻の指示通りに家具を組み立てていく。とりあえずこれ買ったよ。天ぷら鍋。ニューヨークで天ぷら高いから。アンパッキングが済んだので掃除機をかけていく。今年のブラックフライデーには TV コンソールとロボット掃除機が欲しいのだ。猫たちに夜ご飯をやる。今11時ぐらいかな。これからジム行ってきます。間違えた。うつ治療センターへ行く。
このアパートに引っ越してきて何人か住人に会ったが、その 99% が20代の中国人だ。1980年代後半のバブル経済でニューヨークに日本人が急増したのと似ているのかもしれない。当時は三菱地所があのロックフェラーセンターを買収したのだ。無事に治療が済んだので家に帰る。ただいま。シャワー入ってきます。現在妻の妊娠35週？ほぼじゃ寝ちゃってますね。現在35週35週のお腹記録しました。ぼちぼちに寝ましょう。自分だけもう寝てるよ。こんなとこで寝てる。おやすみ。これがうちの赤ちゃん寝る用のベッド。これね、赤ちゃん寝るベッド。ここに置いてる。で、これがおむつ替えの場所。ここでおむつ替える。マンハッタン真っ暗やね、今日のマンハッタン真っ黒。なんか嫌な予感がする。妊娠中は足が寝ている時につったりかゆかったりむくんだり暑かったり大変なのでおいらがマッサージする。ここまで見てくれたあなたは間違いなく TK ズ。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。